この動画では仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていることをご紹介します。私たちがつい無駄にしがちな3分や5分の隙間時間。でも本書では短い時間こそ大きな差を生む力があると伝えています。たった1項メモをするだけでも頭が整理されて次の行動が軽くなります。机を整える、明日の予定を3つ書き出す、メールのポイントをメモする。こうした小さな行動を積み重ねることで仕事の流れが驚くほどスムーズになります。そしてこの短い行動を習慣に変えることで毎日のリズムが整い、心にも余裕が生まれていきます。隙間時間は意外と大きな力を持っているのです。これから本書のポイントを3つに分けて紹介していきます。どうぞリラックスしてお聞きください。この本を読むとあなたの時間の使い方が変わります。私たちは仕事の合間に生まれるキリの悪い時間をついなんとなく過ごしてしまいがちです。例えば会議が始まるまでの5分や移動の前のちょっとした3分、スマホを見たりぼんやりしたりして気づいたら何も進まないまま時間が過ぎてしまうことがあります。でもこの本、仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていること、著者本山祐介はそんな短い隙間時間を上手に使う人こそ仕事の成果を大きく伸ばしていることを教えてくれます。この本ではキリの悪い時間を味方にするための考え方や行動のコツが優しい言葉でまとめられています。隙間時間を少し見直すだけで一日の流れが変わる、そんな発見がページをめくるたびに見えてきます。例えるなら小さなコインを毎日貯金していくといつの間にか大きな財産になるようなものです。ほんの少しの時間でも積み重ねれば大きな力になるということです。この動画では本の大切な内容を3つの要点に分けてできるだけ分かりやすく紹介します。読む前に大まかなイメージをつかめるよう分かりやすい言葉でお話ししていきますので、どうぞリラックスしてお聞きください。パート2、本書の概要。本書、仕事ができる人がキリの悪い時間にやっていることは毎日の中に潜んでいる隙間時間をどう生かすかに焦点を当てた一冊です。私たちは5分や3分といった短い時間を何もできないと思いがちですが、著者の本山祐介さんはそうした時間こそが行動を変えるチャンスだと伝えています。本書は大きく考え方、行動のコツ、続ける仕組みの3つを中心に構成されており、どのページから読んでも実践できるようなシンプルな内容になっています。難しい専門用語は使われておらず、どのアキラも短くまとまっているため、ビジネス書に慣れていない人でも気軽に読み進められます。隙間時間を生かすためには長い作業を一気に終わらせる必要はありません。例えば学校の宿題を全部やると考えると重く感じるけれど、今日は見出しを考えるだけと小さく分けるとやりやすくなるのと同じです。本書でも物事を小さく区切ることで短い時間でも前に進める方法が紹介されています。また隙間時間でできる行動の例としてメモをまとめる、次の行動を3つ考える、机を整える、メールの下書きを作るなど、誰でもすぐ始められる工夫が並んでいます。読むほどにこれならできるという気持ちになれるのが本書の大きな特徴です。この本を読むことで隙間時間をどう使えば一日がもっと楽にもっと効率よく進むのかが自然とわかるようになります。そして毎日の行動が少しずつ積み重なり、結果的に大きな成果につながることを優しく教えてくれます。
パート3。1、重要ポイント1。本書でまず大切にしているのは、短い時間でも行動を始めると心が前に動き出すという考え方です。たった3分や5分だとつい今は何もできないと思ってしまいます。しかし著者は行動の入り口を小さくすると人はすぐに動けるようになると説明しています。例えば夏休みの宿題を思い出してみてください。全部やろうとすると気が重くなりますが、タイトルだけ書く、表紙だけ作るといった小さな一歩ならすぐに取り掛かれたはずです。この本ではこの小さな入り口を見つけることが仕事のスピードを大きく変える鍵だと伝えています。印象的な言葉として大事なのは完了ではなく着手ですという一文があります。これは短い時間を上手に使うための本質をよく表しています。完璧に仕上げなくても少し手をつけるだけで頭の中が整理され、次の行動がぐっと楽になるのです。また行動を始めると今日はここまで進んだという達成感が生まれ、次の行動につながりやすくなります。本書では隙間時間の最初の一歩として作業を10秒で始められる形に整えることを進めています。パート3。2、重要ポイント2。2つ目の大切なポイントは、隙間時間は整える時間として使うと後がぐっと楽になるという考え方です。著者は短い時間こそ準備や整理に向いていると説明しています。例えば学校の机の引き出しを思い出してみてください。ぐちゃぐちゃのまま授業が始まるとノートが見つからず、最初からつまずいてしまいます。でも休み時間の1分で中を整えるだけで次の授業がスムーズに進みます。この整える力は仕事でも同じで、隙間時間によく合う行動です。印象的な言葉として整える作業は頭の中の地図をきれいに書き直すことという表現があります。メモの整理、メールの下書き、タスクの並び替えなど、どれも短い集中でできる小さな整え作業です。整っている状態は次に動く時の迷いを減らし、気持ちを軽くしてくれます。これは運動前のストレッチのように助走の役割も果たします。パート3。重要ポイント3。3つ目のポイントは、隙間時間を習慣に変えると毎日のリズムが整うという考え方です。特別な才能がなくても行動をいつも同じタイミングで繰り返すだけで驚くほどスムーズに動けるようになります。例えば時間が空いたらメールを一つ整理する、5分あれば机を整えるといったルールを決めておくことで迷わず行動できるようになります。本書ではこれを行動を選ばない仕組みと表現しています。また習慣づくりのコツとしてハードルを下げる、やったことを記録するといった方法も紹介されています。筋トレをいきなり100回やるのではなく、まず10回から始めるのと同じで、小さく始めることで続けやすくなります。こうして短い行動が積み重なると仕事の流れが自然と整い、心に余裕が生まれるのです。パート4。印象的なエピソードや引用。本書の中で特に心に残るのは、たった3分の積み重ねが大きな成果につながったというエピソードです。あるビジネスパーソンは会議と会議の合間などの短い時間を1行メモ、ポイント整理などの小さな行動に使っていました。その積み重ねが一日の終わりに大きな差となって現れたのです。まるで花に毎日少しずつ水をあげるように、短い行動でも続ければ大きな力になります。さらに印象的な言葉として、準備する人はすでに一歩先にいるという引用があります。これは
整える作業をしておくことで、本番の仕事が驚くほど軽くなるという意味です。また、行動のハードルを下げれば続ける力が育つという言葉も登場します。階段を一段ずつ登るように、小さな行動の積み重ねが気づけば高い場所まで連れて行ってくれるのです。本書には日常にすぐ取り入れられるヒントが優しい言葉で散りばめられています。隙間時間を無駄な時間ではなく育てる時間として見直すきっかけを与えてくれる内容です。パート5、実生活での生かし方。本書の考え方は家事、仕事、人間関係、自己成長などあらゆる場面で応用できます。家事では1分だけ片付ける、3分だけ洗い物をするなど小さく区切ることで負担が軽くなります。これはパズルの角だけを先に揃えるような感覚で、短くても達成感があります。仕事では会議前に話す内容を1項だけ整理する、移動中に今日の予定を3つ確認するといった行動が効果的。頭が整うので作業のスピードも自然と上がります。人間関係ではありがとうを短いメッセージで送るだけで温かい関係を築くきっかけになります。また勉強や自分磨きにも使えます。3分読書、2分単語チェックなど小さくても毎日続ければ大きな成長につながります。植物に毎日少しずつ水をあげるように、隙間時間は自分を育てる時間になるのです。隙間時間をうまく使うことで日々の行動が軽くなり、心のゆとりも増えていきます。パートまとめです。本書が教えてくれるのは隙間時間の価値です。短い時間でも行動を始め、整え、続けることで毎日の流れが整い、心に余裕が生まれます。何もできない時間だと思っていた数分を小さな行動の時間に変えるだけで生活が大きく変わり始めます。積み木を少しずつ積み上げるように、小さな前進が大きな成果につながります。この本を読むことで時間が足りないという不安が少しずつ進めばいいという前向きな気持ちに変わります。最後にお伝えします。この本を読んだ方はぜひコメントで感想を教えてください。チャンネル登録も忘れなく。